いてみた結果こんな感じになりました。自由にアートを楽しもうプラバンクシーです。今回はダイソーで新しく販売された色付きプラバンのレビューをしていきたいと思います。シャンパンゴールドにシルバーグレー、クリアピンク、クリアブルー、クリアオレンジ、クリアグリーン、クリアパープルの全部で7色展開です。この7色以外にも新しく 0.15mm の厚さの薄いプラバンも販売されていました。今回の色付きプラバンの最大の特徴が色付きだからムラのない鮮やかな作品が作れますっていうことで、焼いたら色が濃くなるよってことで、表の作品を見てみると雲の柄とかハート柄とか一色でムラのない作品を作るのが難しいものですね。そういうものを作るときに向いているプラバンになっています。今回すべて7色の色を使って焼いてみてどんな感じになるのか検証してみたいと思います。今回単色で買えそうなモチーフを印刷してきました。プラバンを取り出すときにここのシールの部分がプラバンについてしまうことがあるので、私はいつも切って取り出しています。色がついていると下書きとかしにくいんじゃないかなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構下にこうやって手を置いても手が薄く若干見えるくらいの薄さになっているので、下絵を描くときも十分大丈夫かなと思います。画面を通してみると星の形があんまり見えないかなと思うんですけど、私の目視で見てる限りではしっかり星の形は見えているので、上からなぞっていきたいと思います。今回それぞれのモチーフは5センチ ×5 センチで作っています。このモチーフも皆さん印刷していただけるようにブログに PDF で載せておきますので、よろしければ印刷して使ってみてください。今回の星型みたいにちょっとトゲトゲしていてハサミで切りにくいところはちょっと大きくカットして表からとか裏面から切ってみるとかしていただくと切りやすいと思います。切ったところがガタガタしているのでヤスリで削っていきます。私は普段こちらの600番のヤスリを使っています。ヤスリで削ると下に粉が出るので紙を敷いておくといいです。表面の黒のマーカーをチョコ液で取っていきたいと思います。まだちょっと粉が残っているので粉を落として焼いていきます。他の作品も今の作り方と同じように作っていきます。チョコ液で落としてっていうのをやってきたんですが、この色付きプラバンは表面と裏面があるようでちょっと難しいんですが、触ってみてザラザラしている方ではなくてツルツルしている方に黒のマーカーで描くようにしてください。ザラザラした方に黒のマーカーで描いてしまうと後で除光液で取ろうとした時に綺麗に取れなかったので、皆さんがプラバンを作るときは気をつけてください。ではこちらの透明プラバンに裏面にヤスリをかけたものにポスカを塗って焼いて比較をしていきます。焼いてみた結果こんな感じになりました。シャンパンゴールドはこんな感じです。シルバーカラー、パープル、グリーン、ブルー。ブルーは少し長めに
オーブントースターの中に入れていたので少し透明度がアップしています。オレンジ、ピンク、で、ポスカで描いた赤です。こんな感じですね。左側がちょうどいい焼き具合のプラバンで、こっちがちょっと長めに焼きすぎてしまった方のプラバンになります。サイズも違いますし、透明度も違うんですけど、透明度の方が好きだよって方は少し長めに当ててください。でも長めに当てすぎは危ないので気をつけてください。今回の色付きプラバンは思ってた以上にそんなに濃い色にはならなかったんですが、どちらかというとやっぱりちょっとクリアパープルとかクリアオレンジっていう名前だったので、そこまで濃い色にはならなかったんですが、色ムラができないように綺麗に焼けているなと思います。ハート側などの単色はポスカとかで塗るとやっぱり大変なので、ちょっとしたこういうアクセサリーを作ったりとかするときに色付きプラバンを使われるといいのかなと思います。今回色付きプラバンを焼いてみたらどんな感じになるのかっていうのを検証してみましたが、いかがでしたでしょうか？今回の動画を見てためになったなと思っていただいた方は、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。プラバンクシーでした。